も皆さん、森のリーナです。今日の動画は美肌若返りのために私が食べている食べ物を紹介していきたいと思います。老化を食い止めるだけじゃなくて若返りも期待できるような食材たちにお届けしたいと思います。結構大きなメリットとしては、もうすでに今までの食生活ちょっと危ういんだよな、自信ないんだよなっていう方に特に見てほしい動画です。なんでかって負債を挽回できる可能性を秘めてる食材たちです。この動画見て損はさせない。それでは始まります。スタート。初めましての方もいると思うので、軽く自己紹介させていただくと、私は今年6月に35歳になって、肌年齢が23歳、スキンケアアドバイザーという肩書きで美容の情報を発信してます。で、この肩書きをなるべく長くキープするためやっている一環として、食事は結構やっぱ一番大事にしてる部分です。ただ、毎日続けることだから大変だって続かない。食事ってやっぱね、まんべんなく食べることが大事って言われてるけど、こんなさ、品数ポン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 みたいな現実はやっぱ理想通りにはいかない。なのでやっぱピンポイントで美容に最強な食材調味料を厳選して食べるよう心がけているので、今日は紹介していきます。早速一つ目はじゃじゃん、揮発。冷え性とかに効くって言われてる胡椒の一種なんですね。私が揮発をなぜ取り入れてるかっていうと、血管年齢を若返らせる効果があるから。チャンネルを見てくれてる方はちょっともうしつこいよこの話って思うと思うんですけど、血管年齢で見た目の年齢に大きく直結するんですね。原理としては真皮層の奥に毛細血管が張り巡らされてるので、そこに酸素だったり栄養が行き渡らなくなると、肌の張りとか見た目の若さを保つための機能が弱まってしまうことによって、目に見える老化、たるみとかシワ、くすみとかの原因になるんですよ。でそれをこれが守ってくれる。血管がね、傷ついてしまうと栄養がもう漏れ出ちゃうみたいなイメージなんです。だから必要な場所に届かなくなっちゃうんですよ。反対に健康的な毛細血管になるような食生活を送ることができれば、栄養分、酸素、酵素が漏れなく必要な場所に届けられる。この揮発はそういうすでに傷ついてしまった毛細血管さえも修復するっていうのがこれのすごいところ。医療系の専門誌とかでも掲載されてて、若返りスイッチとも呼ばれてます。さらに言うと、揮発はピペリンっていうの成分が入ってて、血管を拡張して血流を改善する効果があります。で、味で言うとシナモンと胡椒の間ぐらい、チャイティーをすっごく濃くした感じだから、辛くはないんだけど喉がちょっとカーッとくる感じ。摂取の仕方としては、一般的にはラーメンとかスープの上からかけたりサラダとかに使う方がいるんですけど、私飲み物に入れちゃうことが多いです。意外にね、揮発ってどのお茶にも合うんですよ。なので私は毎日飲むお茶、コーヒー、紅茶、緑茶とかに入れちゃいます。で、一番おすすめの私の大好きな飲み方はゴールデンカフェラテ、ターメリックのあれに入れるんですよ。そうしたらエイジングケアの塊ドリンクが完成します。ちょっとミルキーなカフェラテが好きな方にはおすすめです。あとはやっぱ合いやすいのはココアとかで、効果の実感としては冷え性がもう格段に改善した。で、冷え性を治すことでやっぱり肌に透明感が出たり、いろんな角度からエイジングケアに大きく貢献してくれる食材なので、取り入れてみてください。これ私は Amazon で買ってます。続いての食材はターメリックです。ターメリックはやっぱりエイジングケア目指す方、ちょっと肌の免疫が気になる方、あと胃の調子とかも肌にすごく大きく関わるので、ちょっと消化器系の健康心配だなっていう方にも取り入れてほしい調味料です。ターメリックは主にカレーとかね、そういったスパイスとして使われることが多いんですけど、やっぱ美容と健康の観点からもめっちゃ優れた調味料なんですよ。なんでかっていうと、やっぱりね、老化を少しでも遅らせることを考えるのであれば、抗炎症作用と抗酸化、何この数え方、抗酸化作用があるスキンケアだったり栄養素を取るようにしてるんですけど、このターメリックパウダーはどっちも持ち合わせてます。で、効果の秘密としては、ターメリックに含まれてる主要成分のクルクミン、このクルクミンは強力な抗酸化作用があって、体内で起きる活性酸素を中和してくれる効果があります。細胞の損傷を防いでくれるんですよ。なのでエイジングケアにもってこいな成分です。いろいろなその医療系の記事とか読んでいたんですけど、研究によるとクルクミンは炎症性サイトカインっ
っていう生成を抑制してくれて、体内の炎症を減少させることが確認されてます。でまたこれに含まれる抗酸化作用により紫外線とか大気汚染などのその外的ストレスから肌を保護するような効果も報告されてます。だから体がダメージを受けちゃうことを防いでくれるような栄養素って肌とも大きく関わってるので、結構要チェックな項目です。私は26歳ぐらいからずっとターメリックを取り入れているんですけど、医学的な根拠とかそういう記事とか情報だけを信じて取り続けている。で肌年齢もキープされてるから自分の身の回りにある食材たちのおかげかなと思ってこの話をしてるんですけど、実際の多くの人の声をちょっといろいろまとめたんですけど、ターメリックを定期的に摂取することで関節の痛みが軽減されたり、肌のトーンが均一になったって感じてる人が多かったです。あとはね、ターメリックを3ヶ月摂取した人のレビューでは肌の調子がもう全体的に改善され、シミやくすみが減少したという報告もあります。これはパブメドっていうね、アメリカのサイトで薬とかの図書館みたいなサイトから参照しました。はい、まとめると今の話だけ聞くと超シンプルっていうか、抗炎症作用と抗酸化作用があるのね、なんかそういうのって探せばあるよねみたいな感じだと思うんですけど、これに関しては結構少量でもその効果が強力に発揮されたりとか、あと日常でサラダとかに取り入れやすいなと思っていたので紹介させていただきました。私の取り入れ方としては、揮発の項目で紹介したゴールデンカフェラテだったり、一番いい組み合わせとしてはサラダにオリーブオイルと、胡椒の代わりに今回の揮発だったりターメリックパウダー、味付けにお塩とかちょっと使う、この組み合わせががん患者とか進行させないように取り入れるような食事の組み合わせなんですね。なので炎症を食い止めたり酸化を食い止めるような組み合わせなので、個人的にはこの食べ方とってもおすすめです。はい、ここまでは調味料。ここからは調味料と食品の間みたいなものたちを紹介していきます。3つ目はよもぎです。ちなみに私は最近はこのよもぎの粉末を取り入れてます。このね、よもぎに関してはちょっと数年前の私の老化を食い止める系の動画だったり、今月のお気に入りとかで肌紹介していて、どの美肌系の企画にもよもぎの話ばっかりしてるから、さすがに周りの方にもういいんじゃないよもぎって言われてたんですけど、この動画でもやっぱりよもぎは入れなきゃダメって思って、だって初めて私のチャンネルを見る方たちにもよもぎは知ってほしいし、本当に取り入れてほしいって思えるアンチエイジングの食材なので入れちゃいました。これもジャンキーなもの食べてたり、AGEase 取り込み放題な食生活をしちゃってたんだよなって思ってる方にはめちゃくちゃ救世主な食材なんですよ。肌の老化の原因って紫外線っていうのがもうこの5年前ぐらいからずっと YouTube でも言われていたんですけど、もう一つはやっぱり老化物質の蓄積、老化の大部分を占めるのはなんでかって、手を加えてない調理法以外の食べ物は全て老化物質が発生するんですよ。加熱したり加工することで。それらって消化の過程で 7% は体に蓄積していくんですね。で、排出できないって言われてたんですよ、今までは。で、最近近年数年の研究結果では唯一ね、ちゃんと排出ができる根拠のあるハーブと言われているのがこのよもぎだから、本当に知らなきゃ損。すごくない？今まで排出できないって言われてたのに、このよもぎは排出することができるんですよ。AGEase さらっと説明すると、タンパク質と糖が結びつくことでできてしまう有害物質で、これが蓄積することによって肌の弾力が失われて老けます。で、このよもぎはその AGEase を排出する効果があってアンチエイジングに役立ちます。で、排出するだけじゃなく高糖化作用があるので、結構食後のお茶とともに飲むのが個人的にはおすすめ。ただ取り方なんですけど、意外に摂取しづらいんだよね。味とか粉っぽさとか溶けにくいんですよ。視聴者の方から「ミーナさんってどういう風に飲んでるんですか？全然ちょっと飲めたもんじゃなくてびっくりしちゃいました。ちょっと正しい飲み方あったら教えてください」って言われたんですけど、私は漢方薬感覚で飲んでたので、美味しさとか飲みやすさとか求めてなかったんですよ。だからちょっとそこの説明の配慮が足りなかったなって思うんですけど、飲みやすい飲み方ないです、私が知ってる限りは。私みたいに漢方薬感覚で飲むから何でもいいです、ニーナさんと同じものを飲みますって方はいいんですけど、これでもちょっと効果が半減するかもしれないけど飲みやすさ重視したいっていう方は、このよもぎ茶
ここのを私は飲んでます。ただね、粉末状として取り入れるのがやっぱ一番は美容に効果がある。やっぱこういったものって絞り出したエキスを飲んでるので、やっぱどうしても粉末には効果としては勝てないと思うんですよ。だけど毎日続ける方が大事だからっていう方はこっちでもいいかも。効果の実証としては、私はやっぱ一つと食材取り入れる前に実際に続けた人の意見とか動画とかすごい見るんですね。で、よもぎに関してはなんだっけ、体内年齢だっけ、その年齢がちゃんとよもぎによって若返った方がいて、50代ぐらいの方かな、実際の研究結果だけじゃなくて一般消費者の方の声もあったので、ちょっと信憑性が高そうだなと思ったので、私は期待と希望を込めてよもぎを取り入れてます。本当にエイジングケア徹底したいっていう方にだけおすすめかも。ちょっと癖が強いので、癖と飲みづらさから。はい、続いての食材は調味料かな。これもカメリナオイルです。ちょっとこれもね、初めて見る人からしたら新鮮だと思うんですけど、これも4年前ぐらいからずっと取り入れているオイルです。家の調理用油どれにするか悩んでる方いたら、私はこれに変えるのがおすすめです。ちょっと高級なので、使い分けとかで。なんでこれを取り入れてるかっていうと、オメガ369がバランスよく取れる超レア珍しい調味料。オメガ369はバランスよく取らなきゃいけないぐらいの必須な脂肪酸なのに、体内では作れないので食べ物から取り入れるしかないんですよ。特にこのオメガ3は。オメガ6に関しては結構いろんな食材に含まれていて、でオメガ9に関しては体内で作れる。オメガ3っていうのが取り入れるのがすごく難しい。もっと言うと、オメガ3って熱に弱いので加熱調理せず生で取ることが条件って言われてるんですよ。だけどこのカメリナオイルのすごいところは240度までの熱に耐えるので、加熱調理をしてもちゃんとオメガ369を取り入れることができるっていう、本当に最強のキッチンに置いとくべき食材なんですよ。で、美肌効果について、オメガ3は抗炎症作用っていうのもあります。肌の保湿だったりバリア機能を強化してくれる、水分保持も助けてくれるので乾燥肌も防いでくれます。だからこれが肌の老化防止に寄付します。続いてオメガ6、これに関してはいろんな食材に入ってるので、むしろ取りすぎちゃうと炎症吹き起こしちゃうらしいんですよ。だからオメガ3とのバランスっていうのが重要らしい。で、効果として細胞の再生と修復、これも抗炎症作用があります。でオメガ9、体内で作れるやつ、これは、抗酸化作用、細胞の酸化ストレスっていうのを軽減してくれるので、これが老化を促進してしまう活性酸素のダメージを軽減します。あと保湿と肌のバリア機能、一番のこの子の売りはオメガ3が加熱しても取れるっていうところなんですけど、サプリでもいいじゃんって思う方もいますよね。だけど高いじゃんサプリ。普段使ってるオイルを変える方がお金とか時間とか買ったりとか、そう別の要素をやっぱね、生活に取り入れると、忘れちゃったりとか、やっぱね、普段使ってるオイルをこれに変えるのが一番効率いいかなって思います。どんな味がするかっていうと、私はナッツっぽい香ばしさが強い味だなって思います。だからパクチーとか焼き物系に合うと思います。まとめると、エイジングケアにもいいんだけど、乾燥肌改善にもとても良いオイルなので、よかったら検討してみてください。はい、続いての食材はブルーベリー。特に普段寝不足だったり仕事のストレスを大きく感じてる、紫外線にさらされる機会が多いという方には特に食べてほしい食材です。なんでかっていうと、シンプルに抗酸化作用が強い。どのぐらい強いかって、全部の野菜全果物の中で頂点なんです。これがアンチエイジングしたい人にとってはもう食べたくてしょうがなくなること間違いなしの食材です。効果の秘密で言うと、ブルーベリーはアントシアニンっていう強力な抗酸化成分が入っていて、これが肉気活性酸素を中和してくれます。なんで活性酸素がそもそも中和することが大事かっていう、もう活性酸素って本当生きてるだけで増えるって言われてるくらい、その紫外線汚染物質とかストレスとかの影響で自然に体内で増えちゃうんですよ。だから仕事ストレス辛いとか、日常で心が穏やかな時間が少ないって人は結構活性酸素にひどく侵されてるかもしれないから気をつけてほしいです。効果的な選び方っていうのがあって、冷凍されているものの方が効果が倍増した状態で摂取できるのと、種類を選ぶのであればビルベリーが最も抗酸化
成分が高いです。まとめると、とにかく抗酸化作用が高い食材なので、肌を若々しく透明感もあって綺麗なお肌を保ちたいっていう方にはおすすめな食材。はい、こっからの食材はほとんど抗酸化作用が高い食材だから取り入れてるよみたいなものたちなので、ちょっとバババーっと紹介していきます。6つ目は鮭。ずっと昔の動画から紹介しているんですけど、今も変わらず美容のために取り入れています。なんで取り入れてるかっていうと、これもやっぱり若々しさを保つためには抗酸化作用と抗炎症が大切ということで、それらをこの鮭も担ってくれます。効果の秘密で言うと、鮭にはアスタキサンチンが入っているので、これが強力な抗酸化作用を持っていて、さらにオメガ3脂肪酸が入っているので炎症を抑える効果があり、両方の効果を期待できます。私の工夫している食べ方としては、生で食べるのがやっぱオメガ3は望ましいんですね。だから生で食べた方がいい。で、加熱するんだったらせめてちょっと皮ごと食べるっていうのが栄養素を最大限に摂取できます。続いてアーモンド。こちらはですね、いっぱいあるんだよな。ちょっと限定してお話しすると、アーモンドはビタミン E が豊富なので、これがね、抗酸化作用として効果を発揮してくれます。効果の秘密で言うと、ビタミン E も日々生まれる活性酸素を中和するのに役立ってくれるので、私はこれを1日小腹が空いた時に食べます。6つぐらいって言われているんですよ。でも私は別に6つ絶対食べようっていうよりも、6つまでなら食べていいっていうようにしていて、小腹が空いたおやつ時間だったり、おやつ時間に取り入れなかったらサラダにちょっと包丁で適当に砕いて入れてます。おすすめなのがさっき言ったターメリックパウダーと揮発とオリーブオイルと塩です。味も美味しいからね。はい、続いて緑茶です。もうこれはね、皆さん聞くまでもないって感じかな。カテキン。私カテキンはカテキンだと思ってたんですけど、カテキンってポリフェノールの一種らしいんですよ。だから一緒なんだって。カテキンはカテキンで抗酸化作用があってまた別物と思ってたけど、カテキンっていうポリフェノールの一種らしいです。皆さんにとってどうでもいい話かもしれないですけど、私はちょっと驚いたのでシェアさせていただきました。これもまた実はね、カテキンって強力な抗酸化作用がある。老化を防ぐっていうことが医学的にも認められてるそうです。私緑茶とか抹茶とか大好きで、本当は抹茶にしたかったんですけど、抹茶って毎日取り入れづらかったので緑茶にしました。でももっと高みを目指すのであれば抹茶の方がカテキンを取るのにはおすすめです。はい、続いてトマトもこれもまた同じなんですけど、リコピンが入っていて、これが抗酸化作用として働きます。もう覚えておいてほしいのは、抗酸化作用は活性酸素を除去するです。それが仕組みで、リコピンも抗酸化物質が強力なんですけど、さらにはビタミン C も入っているので、これがさらに抗酸化作用を持ってくれるので、もうダブルの成分で肌の老化を加速させてしまうってことを防いでくれます。で、効果発揮する食べ方としては、生で食べる方が多いと思うんですけど、リコピンはやっぱ加熱した方が効果が倍増するのと、オリーブオイルと一緒に摂取するのがとってもおすすめです。あと乳製品も一緒に摂るといいって言われていて、私はちょっと最近はやってないんですけど、マジでこれやってたら肌白くなるっていう飲み方があって、トマトみじん切り、オリーブオイル、塩、ちょっとの牛乳とか豆乳を入れてレンチンするだけ。これをやってたんですよ。水とかプラスさせずに5、6分くらいかな、一玉に対して自然な野菜の水分が出てくるのでスープ状になるんですよ。それ美味しいしおすすめです。牛乳とか豆乳が嫌な場合はちょっとチーズをプラスするとかでもいいと思います。普通にめちゃくちゃ美味しい酸味もあって。続いてピュアココア。これもまた抗酸化作用が強いから。さらにはピュアココアって腸内環境も改善してくれるので、もうね、腸内環境って本当に美肌を、綺麗な肌を保つためには超重要な要素なので、ピュアココアを取り入れると強力な抗酸化作用で活性酸素も除去しつつ腸内環境も整えてくれるので、さらに美肌になるしダイエットにもとってもいいです。はい、おすすめの飲み方としては、私はね普通にスーパーでよく買える明治のピュアココアを飲んでいて、安いんですけど、少量の熱湯で溶かした後でちょっとホットミルクを足したりとかして飲んでます。マジでいいよピュアココア。
続いて今日ね、なんで多めに紹介してるかっていうと、食べれない食材もあるじゃない。だからこれだったら取り入れやすいっていうのをちょっと探してほしいので、こんなにたくさん紹介してるんですけど、ついに次で最後になります。アボカドです。アボカドはビタミン E とかオメガ3が入ってるんですよ。でこれが肌の保湿だったり抗酸化作用として働くので、肌がしっとりとしたね報告があったりとか、本当にアボカドってもう肌にいいって知られてる有名な食材だと思うんですけど、私もこれを取り入れてます。ビタミン E は活性酸素を除去、オメガ3はバリア機能を強化。そうだから肌の保湿効果が高い食材なんですよ。なので、研究としても老化を防ぐ効果があるって確認されてます。個人的なおすすめの食べ方としては美味しいのはトーストですよね。だけどサーモンとかなんかマグロとかと一緒に丼みたいにして食べるのが個人的には一番おすすめの美味しい食べ方です。はい、いかがだったでしょうか。今日は美肌若返りのために私が食べている食べ物を紹介させていただきました。たくさん紹介してしまったんですけど、皆さんこれだったら取り入れやすいなーって思えたものってありましたか？よかったらちょっと私に教えてほしいでしょ。と投票にするわけじゃないけど、ちょっと知りたいですね。皆さんにとってどれが一番取り入れやすいと思ったのか。トマトかな、多分緑茶とかかな。よかったら教えてほしいです。この動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。ありがとう、見てくれて。こんな長い動画